手に来てる。うわすげえ手に来てる。もうちょっと、ゆっくり前ね、ゆっくり前ね、ゆっくり前ね。音立ててないで、音立てて。平常心、平常心。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。あと1メートル、1メートル50メートル。うわすげえ手に来てる。めっちゃやってる。初めてのフライフィッシングで、はい、でクロダイごと釣っていただこうかなと思ってるんですけど。多分真後ろからこういう角度でこう投げた方が多分釣りやすいと思います。はい、ちょっと2ついる。ちょうどいいんだ。でもちょっといいんだけど、パッチと砂地のちょうど境目ぐらいにいるから。向こう側ですか。向こう側、まずフライフィッシングっていう釣り自体が初めてだったんですけど、もう未知の世界で教わったことすべてが新鮮でめちゃくちゃ楽しかったです。ボイルだね。いける。よっしゃ、よっしゃ、いいで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 、あ、オッケー、ナイス。オッケー、オッケー、よしよしよ。まあまあいいサイズかかったからね。グッサイズよ、グッサイズ。ナイス、ナイス、ナイス。ライン、気をつけて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 。浮かしたら、俺作っちゃうんですよ。オッケー、いや。初めてのフライフィッシングで、はい、でクロダイごと釣っていただこうかなと思ってるんですけど、浜名湖のクロダイに関してですけど、フライロットでいうと大体もう皆さん使うのは7番8番っていう番手なんですけど、はい、ソルトウォーター用のロッドの7番8番っていう少し川で使うようなジャックよりも少し高番手の強いロッドを使うんですよね。はい、それに合わせてソルトウォーターラインっていう、これ海用のラインですけど、はい、ソルトウォーターラインの7番同じ番手のものを使っていただいてやりたいと思っています。でそのフライラインのとこに、リーダーをつけるんですけど、バリバスさんのリーダーで、新しく出てねまたエコになってこのバイオマスっていうところのねやつでこのポリエステリーダーっていうのがこうできてるんですけど、非常にこう硬いリーダーでターンオーバー性が強いんですよね。硬くてパーンっつってこう、でそのターンオーバー性を利用して、初心者の方でも少しやりやすい投げやすいリーダーになってるんで、慣れてくるとナイロンラインって非常にこうなんていうの滑らかに、特に風がこうなぎったりする時は静かにリーダーの着水音も静かにするためにナイロンラインを使うんですけど、その時なんかこのソルトウォーターのレコードマスターっていうこれずっとポリエステルが出る前僕もこれをずっと使ってたんですけど、変えることによって全く超が変わってくるんで。そうなんですね。でそのリーダーをつけて、あとその前にティペットっていうハリスですよね。大体これも浜名湖でメインに使うのは1X、もしくは 0X なんですけど、食いの悪い時なんかは 2X っていうちょっと細めのものを使ったりもすることもあるんですけど、水中で沈むんでフライのこうリトリーブした時の姿勢もいいんですよね。きっかけはですね、2年前の、釣りフェスでバリバスのフライフィッシングのブースがあったんですよ。そこにふらっと遊びに行った時に、担当の方とお話しさせてもらって、もともと私フライフィッシングは全くやったことなくて、ただ興味のある釣りの一つだったんです。でいろいろお話を聞いていくうちに浜名湖でのチヌ釣りが面白いよっていうふうに聞いたので、ちょっと興味を持って一回ちょっとチャレンジしてみたいですっていうところから始まったんです。フライキャスティングはちょっとね、独特なんで少し覚えていただいて、こう先に軽いものとか重たいものも投げるんですけど、遠くに飛ばすためにこのフライのラインの重みでロッドをこうちょっとこうなんていう曲げて飛ばすんですよね。最初は目で見えるように、目で低いところでこ
低いところでこう練習、もう後ろ前ついても構わないんで、はい。こう置いてまた前に投げる。うんうんでだんだんこれが慣れてくると空中に浮いた状態でこう振れるようになるんで、でそれをどんどん角度を上げていくとさっきみたいにこう投げれるんですけど、はい。これなんですけど、最初はね本当にかっこいい。こういうふうにおいしょ前、はいよいしょ後ろみたいな、あこんな感じで練習をちょっと一回。はいあ。で片手で。片手ですね。片手で。うわ。そう最初はね低い力。そうなんかこう。そう。こうダーツを投げるようなイメージで、前と後ろにダーツを投げるようなイメージで投げると、ああ上手。そんな感じ。そう。ああできるんじゃないですか。全然できると思います。センスありますか？全然。一回ちょっと手でこう引いてみてください。これねこっからこっちをそうこうやってこ挟っからみながら。そうです。でこれある程度自分の投げれる長さになったらこうキャスティングをスタートするんですよね。そうです。だいたい何メートルぐらいなんですかね。初心者の時はね短くでどんどん出しながらこうやるんですよね。手で押さえながらちょっとずつこう出してくる。で一番自分が投げやすい長さまで出していってから飛ばしてやればいいんで、英語ばっかなんですけど、フォワードキャストとバックキャスト、いわゆる前に打つのと後ろに打つのっていうのが、速度が一緒の方がいいんですよね。そうだからこっちに行く力と後ろに行く力が常にこう一緒1対1の力であった方がラインは綺麗に飛ぶし、力をこうなんつうのパワーをなくさず前に飛んでいくんですよね。はい。おおいいじゃないですか。おおおおすごい。もう釣れたも同然。あ、いい感じのような気がします。バックキャスト、フォアキャスト。そう、上手、こんな感じ。そうなんか魔法使いになれた気がします。もうあそこも今テーリング始まってるんで。あ、本当ですか？パッチの中でパチパチ。お。あれ物事をパッチって言うんですよね。ちょっと黒っぽくなってるところですか？あのパッチに大体こう黒鯛って集まってきてテーリングしたりとか餌食べるんですよね。あの黒いところはどうなってるんですか？海底の。水草。水草があるんですね。水草がこうわーってこうでちょっと起伏がデコボコしてるんですけど、静かに寄ってって見つけてシュッと目の前に落としてやってチッみたいな。クッ。そのテーリングっていうのはどういう状態なんですか？テーリングでこう下のものを食べるときに黒鯛ってこう尻尾を出してこうガバガバって水面から尻尾が出るんですよね。こうテールなんですよね。テーリングって言って、僕らのフライ用語のテーリングって言うんですけど、ガバガバって下に寄る餌をこうほじくって食べたり取るときに興奮してこう尻尾出すんですね。それが一番こう狙いやすいというか釣りやすいんで。それをもしテーリングを見つけたとします。そしたらどの辺を狙ったらいいんですか？近ければ近いほどいい。口元に近ければ近いほど確率が高いですね。フライいろんなイミテーションがあるんですけど、これはねちょっとエビっぽくエビ煮にしたような少し細いスタイルのこうちょっとこうなんかいろんなものに見える、エビにも、カニにもシャコにも見えるような、何にでも見えるような、あとはこうカニ煮にしたこう足がこう横にピンってこうついてるような、これアピール度が強くて、あとね水草にこう沈まないんですよね。こう足が邪魔で、だからこう水草の上をキュッキュッキュッってかいていくような時なんかはこれすごく非常に有効的で、いろいろこれをまた状況に応じて使い分けてこうやるっていう感じにしています。で重いウェイトと軽いウェイトっていうのを分けながらこうマッチ・ザ・ベイトに合った釣りを可能にするっていうのがフライフィッシングの特徴でもあるんで、なんかまあ面白いかななんて思うんですけど。で僕がこう刺します。こう刺して、で分からなかったら釣り竿を持ってこう刺しますんで、そこいますから投げてくださいみたいな感じで言います。こうパッチがこうまだらになってるじゃないですか。水草がで結構水草の上に乗ってて、パッチと水草の間に結構いるんですよね。だからああいうのでもちょっと薄いところと濃いところあるんですけど、なるべくこうその間を狙えるように、そういうところこれやっちゃった。なんてもったいないことをしてしまったんだ。テリング超見てください。あそこのパッチ。ピカピカってなってる。あれ鏡の奥に大きなパッチがありますよね。水草の塊が。あの中で。うわすごい。奥すごい。すごいですね。ちょっとベイトがジャバジャバやってますよね。ベイトが逃げてる。あのベイトに向かって投げてる。そのベイトに。右に2メートル。テレビ頑張って。
見つけて、お願い、見つけてくれ。おお、すごい。めっちゃやってる。死ぬから何メートル以内に落ちたら気づいてもらえるんですか？基本的に言うとパッチの上だと30センチ以内、スナッチだとまあ1メーターぐらいでも全然反応するんですけど、はい、あれがナバソーダ、あれホールの前、あれがナバソーダ、あれがナバソーダ。こっちに向かって。そうそう、あれに向かって投げますね。あれをやる気満々。頭出しておいで。こっち来てる。頭出して泳いでるのはどういう状態なんですか？いや、もう場所移動なんですよね。餌場に行くように、もう浅いからブワーってこう泳ぎながら行くのに、で対抗があるから頭出ちゃうんですよね。慌てた泳ぐもんで。この釣りは風があった方がいいんですか？そうです。風がないとほぼ寄れないんで、結構あればあるほど結構いいです。もう投げにくいんですけど、魚はかなりいい。気づかれにくいってことですか？夏になって黒鯛だけを釣るっていうなると、この浜名湖だけだとルアーの人よりもフライの人の方が釣れますね。そうなんですね。浅場に上がってくる黒鯛ってフライの人ルアーの人釣れないんで、黒鯛でもうちょい右より少し投げやすくなる。いる。あれ？この辺から投げれる。この辺から投げれる。いける？いける。もうちょっと。見つけろ。取り付けちゃった。見えてるんですか？なんか絶妙に届かないところに、いい距離やってんですよね。でも潮で今から上がってくるんで、ちょっと待ちますね。下がらないんです絶対に。潮がこっちから来るとき反対向き、こっちからなんでこう上がって必ず上がってくるんで、我慢します。平常心って書いてあるからな、もう本当に。自分がここに入れたいって思ってるのに、ここに飛んでいったりここに飛んでいったり、全然2、3メートルしか飛んでなかったりとか、そういうことが多くて、もう本当に自分が下手くそって心の中に何度も言ってましたね。もう本当あと1メートルね。あと1メートル飛んだらもう、結構ね、至る所でいいからね、気をつけてね。なるべく一頭で静かにポチョンと落とせるように。うわ、すげえいいですわ。そうですね、目の前。ちょっと待ってください。もうちょっとゆっくり前ね。音立ててないで。もうちょい。あと1メートル。1メートル50センチかな。うわ、すげえ手入れしてる。むっちゃやってる。投げって鏡になってくると難しいんですよね。でより難しくなっちゃって。ボイルだね。黒鯛のボイルだ。ヘーリングってやっぱりこの頭の中で考える中でもあんまりパッとしなかったんです。でもその瞬間を、そのテーリングしてる瞬間を見た時は本当に興奮しました。よっしゃ、いいで。オッケー、ナイス。一番最後の最後にここっていうところに入れれたんですよ。もうその時もう目がパッて開きましたね。入ったーって。よっしゃ、よっしゃ。まあいい縦かかったからね。グッサイズよ、グッサイズ。ナイス。ライン気をつけて。浮かしたらよ、俺作っちゃうね、一気に。
まさかの初日でかましたよ。やったナイス。しっかり黒鯛だよ。しっかりいいサイズ。おめでとう。もうあの停輪からいきなりギュインでしたもんね。そう偶然にギュンってかかったんじゃなくてね、もうテーリング狙ってたから、そう超価値ある一匹ですよマジで。次はそのまま下に落とさず同じスピードと同じ力で前へとしてもう少し竿の角度を立てていきますよ。そうなるべく手首は固定して、そう肘の前後運動ですね。基本的にはこうしっかり止めてね、ふわふわふわって止めないからこんな感じになっちゃうんですけど、しっかりこうバンって止めてやるとこれ。はい。おーいいじゃないですか。これ結構いい。今のいい感じいい感じ。大振りになるとあんまり良くなくて、やっぱりこう結構しっかり止めて止めて止めて、後ろも止める。後ろも止める。でもうまい。あ、上手上手。お、いける。全然いける。うまい。そう今のもですね。上手。うまい。おおすごい。すごい。今うまくいった。自分で巻いてフライで釣れるとより楽しいと思うんで、ちょっと一回巻いてみましょうか。やってみたいです。めっちゃ楽しそう。こういう感じでもってね、こんな感じで。そうで、たら前にどんどん巻いていきますね。はい。そしたらベイトボディをこいつをハサミでまずこの紐の部分を5ミリぐらいカットしますね。これですね。これぐらいかな。で適です。大丈夫です。これぐらいでいいですか。大丈夫です。でもう巻き止めちゃいます。次ダンベルアイつけますね。はい。これが一番多分難しいと思うんで。ダンベルアイ。そう。最初にそこ2、3回回してぐるぐると。そう片方が溜まるんで、そしたら手を入れ替えて、そうですね、クロスしてですね。そう上手。そう。その辺大丈夫ですよ。で次にウィードガード5、6センチのところでパチッとカットしてもらって、はい。ただそいつを2つ折りにしますね。もうキュッて割れてる方が前ね。そう。でそれと上側に止めていっちゃいますね。でウィードガードをこの愛の下にキュッと2本。下に。そうそんな感じで。上手じゃないですか。いいじゃないですか。なんか様になってきた。で次このゾンカをまあだいたいうさぎさん。うさぎを5ミリあるかないかぐらいのところ皮ごとパチッと切っちゃってください。はい。これぐらいかな。反対側でね皮を上にして。これで。それで止めていっちゃいますね。意外にセンスあるんじゃないですか。本当ですか。上手だと思います。やった。で次にこのボディやこいつを2つこのお尻側のここに根元に2つ1個ずつつけますよ。はい。これもこの長さで大丈夫ですか。5センチぐらいですね。で、先っちょだけ止めちゃいます。先にスレッドで。はい。そうですね。次でもう一個グリーンの方も同じような感じで止めますね。今からそこまで巻き止めますからね。この2つを。はい。これも普通にぐるぐるって。これは一緒に巻いてますね。これ結構きつめにグイってこう巻く感じで。まあ尻尾ね、よく一緒に巻き込んじゃうんですねみんなね。頭ギリギリまで。そしたらこの辺で巻き止めちゃいますね。それでもう待てるカットしちゃって。それもう一回上から巻き止めちゃいますね。はい。そしたら黄色にしますね。一回ブラシで
ちょっあと整えて整えて、きれいきれいしましょうね。そしたら次にこのラムズール、はい。ラムズール、煉獄さん。煉獄の炎でしたっけあれ。はい。もうちょびっとでいいんで、もうちょっと出した方がいいかな。2つ折りにするんで、そこで大丈夫です。はい。で止めてもらって、ある程度巻いたら今頭側に出てる右側に出てるそのやつを一回後ろ側に折って、それまでもう一回ぐるぐる回しますね。はい。はい。ただ5ミリぐらい残してあとパチンと切っちゃいますね。はい。ああ上手。そしたら次足をラバーをつけますね。はい。グリーンブラウンで。とりあえずもう先っちょだけ止めれば大丈夫。先っちょだけ止めれば。はい。右左両方ね。右左こういう感じで。そうでギュッて一回締めちゃえば。そうでゴム止まるんで。釣れそう。釣れそう。オッケー。ウィップフィニッシュ最後締めるんで、ここまで。引っ掛けてこっちを下に。先にこっちにこいつを回した方がいいから先に。外側に回す。外側にで抜いちゃう。こいつをスッと抜いちゃう。そう。おお、いけた。そう。上手。おお、いけた。そう。はい。でそれをパチッと切ってもらって。パチッと。よし。おお上手。で一回反対側にしますね。はい。ちょっともうちょっと櫛で。はい。寝癖がすごいんでちょっと櫛で。寝癖すごいです。そう。ただこうちょっと後ろ側をカットして平らにしてもらって。散髪します。角刈りだからね。オッケー。そしたら瞬着でここ一回止めてもらって。はい。この根元のところです。じゃあ次 UV いきますね。はい。UV レジ。これヘッドが止まるように結構しっかり。はい。ぐーっと押さえて、ぐーっと結構力いりますから。からライトでパシパシっと当ててやって。固まったかな。固まった。固まりました。で反対側ね。でまたこの前をね。持っていいと思うね。そんな無理やり、そのぐらい大丈夫です。おお、光っている。そう。オッケー。これでいいかな。はい。であと少し長いんでカット半分ぐらいカットしてもらって。もうちょい上がいいかな。もうちょい。そのぐらいで。おお出来上がり。できた？これ完璧じゃないですか。おお。はい。生まれて初めてのフライ。もうちょっと本当は綺麗なんだけどね、海岸の砂がすごい舞っちゃってて、それ今吸い込んじゃってるんで。それでこんだけ。そう本当はねもうちょっと透明度高いんですけどね。今日は、ちょっとね風が強いんで、リーダーをちょっと2つ用意しました。はい。このポレステのリーダーで、もう1個はナイロンのリーダーだったんですけど、風が弱い時なんかはねこのナイロンのリーダーが非常にいいんですけど、風が強いんで、マイナス2か 0x ぐらいのポレステのリーダー13フィートのやつでやろうかなと思ってます。はい。なんで風が強い時ポリエステルがいいんですか？もうターンオーバーがやっぱすごくいいんですよね。ポレステル硬くて、で風が強い時にはもうこうまっすぐ、より遠くにこうターンオーバーしっかりしてくれるんで、もう圧倒的いいんで、ちょっとやります。で最初に 0x を少しティペットを入れますね。3号ぐらいなんですね。3号のティペットを入れて。ティペットは何センチぐらいですか？大体最初30センチぐらいこうつけるんですよね。はい。じゃあちょっと良さげなフライをつけてスタートしますね。はい。後で巻いてもらったフライも使って、使いたいでそれで釣れたら最高ですからね。はい。
ここだよっていう時間帯に巻いてみたいでやりましょうか。はい。一番釣れるフライでお願いします。赤い対岸の赤い屋根の方向、倉庫の方向いますよ。はい。ナイスナイス。いいとこ。見つけて。ここだよ。あ、いいとこだ。まだちょっと皿が固まってないですね。もうちょっと固まると。まだちょっと深いんですか。そう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 。もうちょっとこう球団で餌取り始めると全然違うんですけどね。ちょっとまだ深いですよね。あ、ボールボール、黒田のボール、黒田のボール、黒田餌食って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 投げて投げちゃって投げちゃって飛ばしてかましてかまして手離して手離して手離して。もう一回飛ばすもう一回飛ばす。まだいる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 よ。2匹2匹いる。ちょっと右側のパッチの中にいるか。2つバラバラに逃げてっていうかあれのなんかふわーって分かれちゃったんで1匹は上上がったんだけど多分1匹がこっちのパッチの中に入ってるんで、分かれた完全に。ナイスよいい飛ぶね。ナイスナイスナイス。お来るんじゃないこれ来るんじゃない。今ザバザバってなったでしょ水面が。来た来たよっしゃ来たよっしゃ。合わせてそのままギュン引っ張って引っ張って外れた外れた。うわまだ引っ張ってまだ食ってるまだ食ってるまだ外れた外しちゃったまだついてるまだついてるまだついてるまだもっと引っ張って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 もっともっともっと外れちゃった外れちゃった。まだいる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 。グーってロットでシューってロットでスーッとロットでキューッと左側にスーッともうないいない。あ、いない。うわ割れた。結構いつも当たったけどね今。ガンガンなったんだけど。結構もうどんどんいったんだけどね今。くっそー離しちゃったね。超ショック。うわ惜しい。めっちゃドキドキしてます。3回4回ぐらいだったもんね引っ張ってグガングガン当たりました。超悔しい。待ってどうしたらよかったんですか。いやもうあれはねもうあれただただ運がなかっただけ。そうそうあれはしょうがない。なんかどっかで合わせない。いや合わせなくて大丈夫。そうそう。もういるしもういるしもういる。ちょっと待ってどうしよう。ちょっと心臓がおかしい。なんか忘れられないですこの手の感覚が。あナイスナイスキャスナイスキャス。ざわざわしてんだざわざわ。黒鯛殺しのことねざわざわしてんだ下が。ベイズたちがびっくりしてるんだよね。魚が近い。近い近い。あ向こうでもキラついてる。そうねこっちのパッチの右先端もやってんだよね。いるんだよね。いや今の出るでしょう。お今当たったな当たった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 。あもう一回来て。ここですここです。無視しないで。もう一回入れるもう一回入れるもう一回入れる。いやパッチから出る手前で一回当たったね。ちょっと左に行きますね。はい。そのまま左に行きます。南風が南風に変わったんで多分真後ろからこういう角度でこう投げた方が多分釣りやすいと思います。はい。2ついる2匹。ちょうどねでもちょっといいんだよ。パッチと砂地のちょうど境目ぐらいにいるから。向こう側ですか。向こう側ちょっと近づいた方がいいですか。ナイスキャスト。ナイスキャストが嬉しい。飛ぶと気持ちがいいもんねやっぱね。気持ちいいです。開けてうわ離した。わあすげえ勢いで当たったんだけどよ。いやすげえ当たり方したんだけどあれで離しちゃうの。嘘でしょ。なんか変でした私。いや全然違かった。やっぱちょっとスイッチが入ってないんだね。もう一回ねガチンっていったんだけどね今。でもそんな感じだったんです。わあ悔しい。ナイスキャスト。あら。当たった。続かない。すごい勢い良かったけど。ギュンって言って。もう一回行こうか。これね、こう当たった時に、このたら右手をここをグッとやったらダメですか？そう、そのままリトリブの方がいい。絶対に。普通にリトリブの方がいい。そう。合わしちゃダメだよ。逆に離してもダメですか？ダメ。ダメ。本当に
当たったのも無視してリトリーブするのが一番いい。はい、そうナイスキャス。結構黒って隅が好きなんだよね。タッチの真ん中よりも隅の方をこうぐるぐる回っていって、で隅からなかなか出ないから意外に隅の方でじーっとしてたりすることもあって、そうなんですね。いるついてる？ついてる。こっちおいで。嘘ですよ。後ろでねモワモワってなってんだよね。本当。もう一回黒鯛サックの時にこう興奮するから、あれが波紋が立つんだよね。めっちゃ当たるのに。乗らないね。やっぱり潮が綺麗に動いてない証拠だね。やっぱり。もう完全な甘噛み地獄だよね。本当に。合わすに合わせれないし。いや本当に。思ったところに投げれないのもじれったいけど。いやでもすごい今日はいいよ。キレがいい。キレがいい。すごいいいとこ飛んでる。このパッチのよく見るとなんかこう砂地が見えてるところってこれ黒鯛がつついた。そうつついた後。そう。こうちょうどなんですかね、小茶碗ぐらいの小さい茶碗ぐらいの、そうですね。ぐらいのやつがこう黒鯛がこうテーリングした後のやつなんですけどね。うわボールしてる。黒鯛ボールしてる。真っ黒いですね。ほら、うわすげえすげえ。うわすごい。近くでやんねえかな、さっきみたいに。ねえ。近くに来てやってよ。浮いてる餌に向かってこう何匹かでこう取り合って食ってるんですよね。ベイトの時もある、ベイトフィッシュの時もあるし、ああいうなんか甲殻類系、カニとかエビとかを食う時もあんな感じなんですよね。ちょっと本当魚の反応がちょっと鈍くなっちゃいましたね。風に乗せますよ。長いラインで少しなんかライン出しながら。ナイスキャス。飛ぶね。優しく教えていただいて、感謝しかないですね。もう本当に私多分めっちゃへっぽこなんですよ。全然向いてないなって自分でも思うぐらい下手くそなんですけど、それでも怒らずに丁寧に教えていただいて。せっかくなんでね、葵さん自分で巻いたフライで釣ってみたいと思いますね。頑張りましょう。はい。来た。うわ当たったね。まだってる。そうだったね今。来てまだ来てる。お願い。もうダメ。うわ。そうスーッと。ダメかくもう一回投げる。すっげえ痛くったもんな今。めっちゃ強かった。惜しかったな、超惜しかったな。リトリブも後加速ですから、後加速でやるとガンと当たった時も結構嫌がらずになんかついてますね。先にこう最初に力入れちゃうと最初にこう加えたやつが勢いが強すぎてこう跳ね当たったりなんかすると嫌がっちゃう。だから後加速でやるとさっそこ。あれベイトフィッシュ。今魚が上がってきて証拠だからね。当たってる。うわ離した。なんかなんかね、噛んではなかったですね。甘噛み。ハフって感じ。だった。ナイスキャスト。いる。来い。今。ダメなの。超甘噛みだったね今。カカンって言って落ちたね。惜しかったですね今日は。そうですね。でもキャストもそうですし、なんかバイトしてからも
やり取りとか落ち着いてできましたし、なんかだんだんこう釣果につながっていってるような気もします。そうですね、はい、本当思います。初日ぐらい多分テーリングがあったら、いや今日なんか結構釣ってたんじゃないかなと思うんですよね。いや初日やっぱテーリングいいとこパチッと入って、ガーンってね一本釣ってるんでね。そうなんですよね。なんで今日のキャストの性能で状況に出会いたかったです。本当にその通りですよね。はい、この浜名湖においてのチヌ釣りは本当に楽しかったです。難しいこととか思うようにいかないこととか、私もねもどかしい気持ちたくさん味わいました。でもそれ以上に楽しさを見出すことができました。私は今回1匹なんとか奇跡的に釣ることができました。杉浦さんのおかげですね。それでもやっぱり自分のこうキャスト性能が上がったから、やっぱりもう1匹釣りたい、それからサイズアップしたいっていう欲が出てきますね。そして次こそは自分で巻いたフライで釣りたいですね。フライフィッシング、ぜひ皆さん挑戦してみてください。新境地が見つかります。